夢日記。バス事故。どういう経緯でそうなったかは忘れてしまったが、自分はどこかの観光地のホテルを抜け出して、まだ太陽が完全に昇りきっていない朝もやが立ち込める薄暗い道を一人で歩いていた。そこは観光地といっても都会ではなく、山間部にある温泉が名物のような場所だったので、賑やかな通りから少し外れると、人も車もあまり通らないような道が続いていた。自分は両脇に木々が生い茂る2車線ある道路の歩道をキャリーケースをガラガラと引きながら少し怒ってるかのように早足で歩いていて、しばらくすると朝もやの向こう側に100メートルぐらいの長さの橋が見えてきた。橋といっても道路の延長線といった感じで、両脇の欄干がなければ橋だと気がつかないレベルだったが、下に川が流れているので、そこは余計に朝もやが濃い印象を受けた。少し小高くなった歩道を中頃まで歩くと、突然、後ろからものすごいエンジン音が聞こえてきて、振り向くと大きな観光バスが、とんでもないスピードで走ってくるのが見えた。あんな大きなものがものすごいスピードで向かってくると、体は硬直してしまい、自分はバスから目が離せず、棒立ちのまま近づいてくるバスを凝視していた。バスが橋にまで差し掛かると迫力はさらに増し、やばいんじゃないの、やばいんじゃないのこれ、と思いながら動けないまま見ていると、案の定、バスは縁石に乗り上げてバランスを崩して、180度横転したまま橋のど真ん中を滑走していった。自分は、うわぁやばいもの見ちゃった。うわと焦りまくりながら、橋の向こう側に滑っていくバスを見ていると、勢いがすごすぎて橋の欄干に当たって、バスは完全に大破してしまった。自分はこの大惨事を目撃して、まずは人命救助をしなければ、と思いバスまで全力でかけていったが、現代人の悲しいところで、本当に反省しなきゃならないのですが、事故の全体像が収まるところでスマホで写真を1枚撮って、バスに近づいてからもう1枚撮ってから人命救助をし始めた。あれだけの事故だったので、相当悲惨な現場を覚悟したが、不思議と血は一滴も流れていなかった。しかし、うなだれている意識不明者はたくさんいたので、そういう人たちに大声で、大丈夫ですか？大丈夫ですか？と声をかけて回った。それで目を覚まして大丈夫そうな人は後回しにして、意識がない人を探して心臓マッサージをしようと思っていたが、幸運なことに全員が意識を取り戻して、事故のショックでうなだれてる人はいても、外傷もほとんどなさそうなので、あれだけの事故なのに被害がなくてよかった、と安堵していると、どこからか、名前も知らない見たこともない5人組ぐらいの女性アイドルグループが現れて、次のライブ会場はこっちですよ、と言いながらバスガイドさんが持ってそうな旗を振って、いつの間にか現れていた白い平屋の大きな博物館のような場所へと歩き出した。すると、事故に遭った人たちはめっちゃ元気になって、そのアイドルの後をついていくのを唖然としながら見送っていると、そこからの記憶は途切れました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。